人類の脳で最も注目すべき点にパターンを認識して表現する能力がある。最も難解だったパターンは流体力学における乱流の概念だろう。ドイツの物理学者ベルナー・ハイゼンベルグは言った。神に会えたら2つの質問をするだろう。なぜ相対性と乱流を作られたのですかと。神は1つ目の問題の答えをご存知だと信じている。乱流を数学的に理解するのは難しいものの、芸術はその姿を描写することができる。1889年6月、フィンセント・ファン・ゴッホはサン・レミド・プロバンスにあるサンポール・ド・モゾール精神病院の彼の部屋の窓から見える夜明け直前の情景を描いた。自らの耳を切り落とすといった病的な行為で入院していた場所で、星月夜の中で彼の弧を描く筆運びは渦巻く雲と星で満たされた夜空を描き出している。ゴッホをはじめ印象主義者たちは前世代とは違い光の動きを捉える表現法をとった。例えば日光でまだらになった水面を描いてみたり、この絵では青い夜空を乳白色のうねりできらめく星明かりを表現している。この効果は明度、食虫の光の強度によるもの。視覚野のより原始的な部分では光をコントラストや動きで見ており、色では見ていない。同じ明度のものは異なった色でも見分けることはない。しかし我々の脳のうち、霊長類特有の部分では対照的な色を混ぜることなく識別している。これら2つの解釈が同時に起こっているため、多くの印象主義派の作品の光は奇妙に鼓動し、揺らめき、放射して見えるのだ。このようにしてゴッホや他の印象主義派の作品は卓越した筆使いによって光の動きをリアルに表現した。60年後、ロシアの数学者であるアンドレイ・コルモゴルフは、長さ R の乱流におけるエネルギーが R の3分の5乗に比例すると提唱し、乱流の数学的理解を進めた。乱流の完全な説明は物理学の未解決問題として残るものの、実験における計測結果はコルモゴルフの理論が乱流の動きを限りなく正確に表していることを示した。エネルギーカスケードがある場合に乱流は自己相似している。言い換えれば、大きな渦が小さな渦にエネルギーを与え、次の小さな渦に連鎖する。この事例としては、木星の大赤斑、雲の形成や星間陣などがある。2004年、ハッブル宇宙望遠鏡を使って科学者たちが恒星の周りの塵やガスの遠くの雲の渦を観察したところ、それはゴッホの星月夜を思わせるものだった。これはメキシコ、スペイン、イギリスの科学者たちにゴッホの絵の明度を詳細に研究する気にさせた。彼らはコルモゴルフの法則に近い乱流構造の特徴的なパターンが多くのゴッホの絵画にあることを発見した。研究者たちは絵画をデジタル化し、2つのピクセル間の明度の変化を計測した。彼らは画素分離のための計測データから得られたカーブから精神病を患っていた期間のゴッホの絵画は流体の乱流と驚くほど近いと結論付けた。人生の穏やかな時期に描かれたパイプを加えたゴッホの自画像にはこのような一致は見られず、一見同じように乱流に見えるムンクの叫びなどの他の芸術家の作品にも一致は見られなかった。ゴッホの荒れ狂った天賦の際が乱流の描写を可能にしたということは簡単だが、激しい苦しみに苛まれながらも真実に潜む美を正しく表現することは至難の業。ゴッホは人類以前にもたらされた自然界の最も難しい概念の一つを感じ取り描写した。彼独自の心の目を動き、流れ、光という最も深遠な謎と統合させることができたのだ。学びを続けたいという人はチャンネル登録を。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。